一人の巫女が地下牢へと歩いていきます。通りに並んで見物している人々は彼女が無罪を訴えるのを聞きますが、どうにもなりません。もう裁判で有罪とされているからです。判決は何か、生き埋めです。地下牢にはパンと水とミルクとオイルがあります。ランプとベッドと毛布が与えられますが、彼女が生きてそこを出ることはありません。巫女は入り際に止まって最後にもう一度無実を訴えると、牢の中に入り再びローマの人々の目に触れることはありません。この巫女はローマの6人のウェスタの処女のうちの一人で、それぞれ子供の頃にローマの高貴な家系から注意深く選ばれています。彼女の死によって巫女は5人になり、新たな巫女を選ぶ必要が生じます。6歳のリキニアはこの見せ物を見物していましたが、まさか数日後に自分が次のウェスタの処女に選ばれようとは思ってもいませんでした。彼女の年齢、貴族の血筋、健康そうな見た目のため、女神ウェスタに仕える候補者としてローマ人たちの目に好ましく映ったのです。彼女の両親は娘が選ばれたことを誇りに思っています。リキニアは恐れましたが、彼女に選ぶ権利はありません。少なくともこの先30年は女神に仕える必要があります。最初の10年は修行とみなされ、ウェスタの処女になる術を学びます。役目の中で最も重要なのが、かまどの処女神ウェスタの火を寝ずに守ることです。ウェスタには他のローマの神々のような貯蔵はありません。代わりにウェスタを表していたのは、昼も夜も燃え続ける火で、ローマの中心にあるフォルム、公共広場脇のウェスタ神殿の中にありました。他のウェスタの巫女同様、リキニアは毎日交代で火を見守り手入れします。この火は2つのものを表しています。一つは世界の覇者としてのローマの安泰です。ローマ人たちはこの火が消えた時、ローマに危機が訪れると信じていました。この火はまたウェスタの巫女が処女であり続けることを象徴していました。ローマ人にとって巫女の処女性は純潔であることや、魂と体の品位だけでなく儀式の清めも示すものでした。だから決して火を絶やしてはいけないとリキニアは知っていました。彼女の命、仲間の巫女たちの命、そしてローマ自体の安全がそれにかかっているのです。リキニアは毎日近くの泉から神殿を清める水を汲んでくることを学びます。聖なる儀式の暦であるファスティについて学び、伝承の巫女が生贄を捧げるのを見ています。修行が完了する時には彼女は16歳になっています。リキニアは自分の振る舞うべき方法は自分の仕える神を反映していると理解しています。水を汲む晩の時には目をずっと伏せています。生贄を捧げる時にはその仕事に一心に集中します。リキニアは自分になれる最高の巫女になることに全精力を注ぎます。いつの日か危機から国家を守るために自分の命が要求されることにならないか、彼女は不安を抱いています。リキニアはいつ何時心筋相関、すなわち不純の過度で告発され、潔白か否かに関係なく犠牲を強いられるか分かりません。なぜ自分の前任者が生き埋めにされたのか、リキニアは今ではすっかり理解しています。10年前ウェスタの火が消えました。巫女たちはそれを隠しておくわけにはいかないと分かっていました。ローマの未来がそれにかかっているのです。巫女たちは神官の長のもとに行き、なぜ火が消えたのか調査が始まります。巫女たちの一人がもはや処女ではないというものが現れました。それが終わりの始まりでした。名指しされた巫女は潔白を主張しましたが、それだけでは不十分でした。彼女は裁きにかけられ有罪とされました。巫女の死はローマを守ろうとしてのことですが、それでもリキニアは失われたもののため、そして今や知ってしまったことのために涙します。自分の歩む道は他の人に死によって敷かれており、自分の命もまた火が消えたという簡単なことで奪われることになるかもしれないのです。規則を破るとどうなるかについての悲惨な話は、古代ギリシャ神話のパンドラの箱をご覧ください。そして進む前にチャンネル登録をお願いします。そうしたら新しい学びのチャンスを逃すことはありません。